してます。サンクのとしです。マリコです。今日は阪急美濃駅来ておりまして、はい、ここに滝の道ゆずるくんいますが、これから美濃トレランですね。はい、ちょっと久しぶりに美濃来ましたけどね、行きたいと思います。はい、マリコさん、美濃の印象いかがですか？美濃の印象ですか？はい、2回目ですね。はい。なんか観光地ですごい賑やかなイメージなんですけども、紅葉の時期に来るのは初めてなんで、すごく楽しみにしてます。はい。ちょっとね、紅葉、ちょっともうピークは過ぎてるかもしれないですけどね、また楽しめそうなんで、はい、行きたいと思います。はい。距離は今日は10キロちょっとぐらいのコースですかね。はい、行こうと思います。はい。それでは行きましょう。さあ、朝ごはん食べてから行きます。こちら阪急美濃駅。今日はいい天気ですね。楽しみです。美濃駅にこの観光案内所がありまして、ここにハイキングマップとか用意してくれてますんで、まだちょっと時間範囲で今は閉まってますけどね、ハイキングされる方はその地図見ながら進んでください。はい、それではスタートしていきます。ここは昔から変わらない景色ですね。ちょっとこの時間でまだ早いんで、お店は閉まってますけど、帰ってくる頃には結構お店開いてると思います。こちら美濃温泉スパーガーデン。こちら一の橋です。紅葉まだ残ってますね。こちらから山に入っていきます。ちょっと空気がね、冷たくて寒いですね。さあ、美濃はね、滝道、そこは観光客の方がね、多くて、一番有名な道ですけど、ちょっと山側に入るとね、こんないいトレイルがいっぱいあります。しかもね、人がほとんどいないという。トレランするには絶好のロケーションですね。こちらに分岐ありますけども、ここ左の上の方に、桜広場方面ですね。こちらに登っていきます。美濃のトレイルにはこのようなハイキングマップがあります。低山あるあるなんですけども、分岐がかなり多くてちょっと分かりにくいところが多いんで、道迷いしやすいところが多いので気をつけて地図見ながら進んでください。この上が桜広場かな。はい、こちら分岐になっております。こっちの方にね登っていきますけども、ここにもね分かりやすい地図があります。現在はここですね。ここからこう登っていきまして、ワクワク展望台にまずは向かいます。先ほどの分岐からですね、この辺りから登りが一気にきつくなります。尾根に出るまではね、ずっとこの登りが続きますんで、頑張りましょう。今回 4K60 フレームで撮影してるんですけど、実際はね、動画、ハイビジョン1080で書き出すんで、ただ 4K で撮影しておいた方が綺麗になるっていうのをね、なんか YouTube で見まして、本当かどうか分かりませんが、一度やってみたいと思います。私全くカメラ素人なんで、カメラ詳しい方ね、こんなトレランのような状況ではどんな撮影の設定にしたらいいか、詳しい方コメントいただければと思います。もみじちょっとだいぶ下ね落ちてはいますけど、まだ綺麗に見えますね。ここもね分岐になって左にも行けるんですけども、この笹百合コースまっすぐ登っていきます。一の橋からちょうど1キロぐらいですね。ちょっと稜線に出てきました。ここ分岐、まずは左の方ですね。笹百合コース向かっていきます。美濃のトレイルコースは
この駅から見て西側の驚愕の森、東北東側の木漏れ日の森、大きく分けるとこの2カ所ですね。そんなにねアップダウンもきつくなくてトレランしやすいコースが続きますと言いながら歩いてますけどね。はい、ここも分岐があります。左に行く道と右に行く道。まずここ右の方にちょっと降りていきます。右の方はこういう細かい分岐いっぱいありますんでね、道間違えてもどこかにはたどり着くんですけど、計画したコースをねちゃんとトレースするようにしてください。はい、そしてここまた分岐があります。そこにね地図もありますけども、ここ左へワクワク展望台を目指していきます。ちょっと紅葉しててね、なんか下も落ち葉がいっぱいあるので綺麗な色ですね。こちらワクワク展望台到着しました。ちょっと霞んでますけどね。向こうは伊丹空港ですね。向こうが大阪の中心地の梅田の方ですけど、ちょっと雲に隠れてます。はい、それでは六甲山を目指していきます。そこ行ってね、引き返して今度は箕面山の方ですね、三国峠の方に向かっていきます。それでこちら登っていきます。こちら青空展望台、ちょっと気が生い茂ってるんでね、あんまり展望は良くないですけど、大阪のね街並みが見えます。ちょっとだけ登ると景色見えますね。いやめちゃくちゃ霞んでるね。ちょっと分かりにくいですけどね、ここに分岐があって、ここ右から六甲山、六甲山登っていきます。もうすぐ山頂ですけど、山頂直下は意外と急登です。右はゴルフ場があります。六甲山山頂到着しました。おはようございます。かわいい。海抜395メートル。ちょっと気はありますけど、ここも見晴らしが良くて気持ちいいですね。向こう伊丹大阪空港見えますね。山頂の標識あります。ここは松尾山って書いてますね。山の名前は難しいですね。それでは先ほど来た道はね、ちょっと折り返して戻っていって、次は尾根沿いを進んで箕面山三国峠方面ですね、向かっていきます。マリモさん走っていってもらったら、先ほどね結構急な上り登ってきましたんで、戻っていくのは急な下りです。慎重に行ってください。だいぶビビってはりますね。ビビるわ言って怒られましたけど、こけたら嫌やろって怒られましたけど、じゃあちょっと戻ってきまして、今度この階段をここから登っていきます。こちらまた分岐がありまして、この養楽大園地方面ですね、こちらの方向かっていきます。左の方はゴルフ場がねありまして、しばらくゴルフ場沿いを進んでいきます。ただいま距離が約スタートしてから4キロ、引き
き続きこの陽楽大園地方面ですね、こちらを目指していきます。はい、引き続き陽楽大園地方面、ここね一旦こう降りて上の方に進んでいきます。ここも分岐がありますけども、まっすぐ引き続き陽楽大園地三国峠方面向かっていきます。ここもまた分岐ですね。もう分岐ばっかりですけどね、まだ引き続き陽楽大園地向かっていきます。さっきよりもちょっと晴れてきましたかね。向こうは上はねちょっと雲増えましたけどね、見晴らしがいいです。ここはでこの三国峠方面ですね、陽楽大園地青空場です。ここが三国峠です。ちょっと向こうの方山も見渡せます。その眺望は良くないですけどね。ここちょっと分かりにくいですけどね、箕面山はこちらの方にすぐそこですけどね、ちょっと行きましょう。箕面山向かっております。ちょっとコースから外れますのであまり人が立ち寄らないんですけどもね、けど以前に比べたら人がよく来るようになったんかな。こちら箕面山山頂でございます。標高は 352.3 メートル。ゆずるくん、それではここから次は箕面の滝目指していきます。箕面の滝はねもう観光名所なんで多分人もいっぱいいると思いますけども、向かっていきます。さあちょっとずつ降りてまいりまして、ちょっと箕面の滝の音が聞こえてきました。もうちょっと行ったらね下の方に滝が見えるスポットに行きます。こちら箕面滝眺望ポイント、向こうにね滝が見えるんですよね。2倍のね拡大なんでそんなに大きくは映ってないですけど、向こうに滝見えます。今からね滝のところまで行きます。この辺りは落ち葉がすごいですね。日が差してきました。山から降りてきまして滝道、ここはね観光客の方もいっぱいいらっしゃいます。戻りはでかい。まだちょっと紅葉を楽しめますかね。だいぶもうね葉っぱ落ちちゃってますけどね。これ滝道が通行止めがあるみたいですね。この川の対岸を迂回する必要があるみたいです。こちらねちょっと火事でこちら通行止めになってますね。もうそこが箕面の滝です。こちら箕面滝です。もみじと合わせて綺麗ですね。ちょっとね火事で通行止めのところがあるんで、こちらの上から行ってみようと思います。まだもみじ狩りもちょっと楽しめる感じではありますね。こっちも綺麗です。紅葉綺麗ですね。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、箕面大滝を上から眺めております。眺めております。
この杉の茶屋も閉まってますね。全部閉まってる感じやな。海の大滝後にしまして、ここからもう一度トレイル入っていきます。ちょっと急登をまた登ってきまして、現在標高が330メートル。距離はスタートしてから約9キロぐらいですね。またトレイル入るとね、全く人の気配がなくて、静かなトレイルです。展望台到着しました。ちょっと登ってみましょう。ここの展望所は向こうがね、坂方面が見えます。さあ、こちら運気があって、ここ右の下の方から降りていこうと思います。しかも防護柵あります。開けて入っていきます。こちら林道のところ合流しまして、でこちらのね上に登っていきます。現在はここですね。こっちと降ります。こちら分岐ですね。今度はこの地獄谷方面目指していきます。こちらの方ですね。さあ向かっていきましょう。ここもまた分岐ですね。地獄谷方面、こちらを目指していきます。ここね、道間違いやすいんでね、気をつけてくださいね。昨日は油断してると全然違うコース行っちゃうんで、気をつけてください。はい、ここもまた分岐です。地獄谷方面、滝道方面進んでいきます。そして分岐ですね。これ地獄谷方面、谷道と尾根道があります。今回はね、この尾根ルート、こちらから行こうと思います。太陽が出てくるとですね、暖かくて、なんか穏やかなね、天気で気持ちいいトレイルですね。すがすがしい。ただいまザックのショルダーベルトにつけて撮影してるんですけどね、さっきのランニングの動画も撮ったんですけど、やっぱりね、揺れるのは仕方がないっていうかね、歩いてたらまだマシかもしれないですけど、走るとね、さすがにいくらいいアクションカメラでも揺れます。またもみじ狩りが楽しめます。さあ一旦そこで道路出まして、道路を渡ってね、またトレイルに入って地獄谷の方に降りてきます。はい、ただいまここからこの地獄谷口から谷筋で降りて、ライオン岩、姫岩、こちらの方向かっていきます。それでここから降りていきます。ほらね、その先綺麗ね、紅葉が。お、すごい赤いの。お、綺麗ですね。地獄谷のあたりもね、あまり人入らないんで、静かなトレイルで、ね、気持ちいいところで進んでおすすめです。もみじの絨毯って感じ。この地獄谷の看板もあります。はい、こちらライオン岩。ここが顔かな。たてがみ。こちら河原に降りれますんで、ちょっと降りていきます。
それではこちら、姫岩の方を岩の間を抜けていきます。すごいね、岩のトンネルのような感じで。なんで姫岩っていうの？わかりません。対岸の方はね、普通の滝道ですんで、向こうはね、観光客の方がいっぱい歩いてられます。対岸のこちらはね、一応ちょっとしたトレイル、不整地っぽいコースなんで、じゃあ進みます。そこもいい雰囲気ですね。さあ、降りてまいりました。帰れ橋。そこにはコーヒー屋さん、山本コーヒー。はい、そこが滝道ですので、もう人がいっぱいいらっしゃいます。下山してきました。龍安寺まで降りてきました。ね、ここまで来ると人いっぱいですね。水雲峡、綺麗な欄干。こちら川床ありますけど、ちょっと空いてる時に来たことないです。はい、こちら箕面公園昆虫館。だいぶ降りてきましたね。この辺りもいい雰囲気ですね。一の橋まで戻ってまいりました。朝こちらから上登っていきましたね。煙めっちゃ出てるやつ。クリポン。クリポン、そんなんあんの？うん、ハニーバター。キャラメル天ぷら味とハニーバター味のもみじの天ぷら買ってきました。ちなみに箕面温泉スパーガーデンは閉鎖中です。バターいただきます。じゃーん、実食。思ったより油っぽくない。美味しい。ハニーとバターの味はしますか？バターの味が濃いかな。美味しい。キャラメル天ぷら、キャラメル天ぷら味じゃん。キャラメル味。どう？よくわかりません。何がキャラメルの味せんの？あんまり。あ、そうな。ほんのり。ほんのり。まあいいじゃん。美味しい。よかった。正面からなんか現れました。このキッチンカーいっぱい来てるんだ。さあ、美濃駅戻ってきました。途中に曇ったりしたんですけど、いい天気で良かったですね。久しぶりの美濃でしたけども、お手軽なコースで人がトレイルは少なくて楽しめるところなんで、ぜひ皆さんもお越しください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に美濃駅で、はいゴールしました。現在美濃ビールのウェアハウス、移動してやってきまして、これからおビールをいただこうかと思います。マリムさん、今日のトレイルはいかがでしたか？そうですね。紅葉は終わりかけだったんですけれども、山に入ると残りの紅葉をしっかり楽しめたので、とても満足です。そうですね。まあお天気もね、途中曇ったりはしたんですけどね。まだ天気晴れるとね、もうちょっと汗ばむぐらいのね、陽気で、気持ちよかったと思います。では私はこれスタウトミノービールですね。いただこうと思います。それではまたトレランの動画アップしていきますんで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。では、乾杯。お疲れ様です。
ちらミノビールウェアハウス。うまっ。サラサラ。サラサラ、うん。飲みやすい。もうビールじゃない、ジュースみたい。ウェアハウスの内観はこんな感じです。ちょっとログハウス風。これからプチパーティーします。おすすめのされたスパークリングワイン。嬉しい。白飯と白ワインが合うのか合います。謎の組み合わせですけど大丈夫。美味し